皆様こんにちは。神戸街中散歩神戸カエルくんでございます。今回は、神戸カエルくんが神戸港で船のお見送りをしていたらありえない事故が起こったということでお送りしていきたいと思います。それでは元気よく参りましょう。はい、この日はですね、多分この日本丸がいろんなところにね、世界一周かなんかするのかどうかわからないですけど、たくさんの方と、あと、テレビ局とかね、新聞社などが来ておりましたね。その中、カエルくんで、お見送りをしておりました。で、最初はね、普通にお見送りできてたんですけども、この時はね、この日はこちらの、中取邸で日本丸と、あとは、三宮のポートターミナルで、ノルウェージャンスピリットというね船の、2隻をお見送りする予定で行動をしておりました。で、この神戸カエルくんなんですけども、神戸港にね出現しだして約もう1年近く経つんですね。ですのでカエルくんまで結構くたびれてきております。でね、奥の方ね扇子を振ってねお見送りしている方おられますよね。結構ね、カエルくんもガタが来ております。だましだましね修理をしながらお見送りをしております。それでね、もうねこの時点ですでにねファスナーの一部がね壊れかけてるんですね。ここですね。でね、このカエルくんがねかなり後ろのファスナーがチャッチいものがついているので、多分付け替えた方がいいのかなとは思ってたんですけども、なかなかとねこういう裁縫仕事っていうのは難しいんで、なかなかねできずにおりました。でね、新しいカエルくんをね呼び寄せようとも思っていました。この時はねこの後ね悲劇に見舞われるとも思ってませんしね。でこの時ねこの、振ってる大きな、手形のようなものもね、あれもねこの日に壊れました。なんか踏んだり蹴ったりの一日でございました。で船がねゆっくりとこれから離れていく状態でございます。日本丸ね、日本の船の中では一番小さい客船なんですね。15,000トンほどしかございません。ただねこの船はね、ご飯が美味しい船でも有名でございます。でね、船がどんどんと離れていきまして、ここでね乗っている方とねお見送りの方とのお見送り合戦がありましたね。でこの時はねまだ全く、カエルくんの異変には傷がついておりません。で、日本丸がね汽笛を3回鳴らして出港していきます。このね、この時もね全く、来てる時にもね異常は感じなかったんですね。なんかとぼけた顔してますよね。いってらっしゃいという感じでお見送りします。あれなんか異変感じた？で本日2隻目のお見送りです。先ほどから約2時間ほど経過しております。中取邸からこの神戸ポートターミナルまで移動してきました。この船はノルウェージャンスピリットという船で総トン数75,000トン、全長約、270メートルのそこそこ大きい船なんですけども、これでもね世界でいうと小型船になります。昼間見たらねこんな感じでねちょっと派手な、船体に、
こうお絵かきをしたような船なんですね。ノルウェージャンクルーズの船っていうのはこんな感じでね、結構派手な船になっております。そしてこの後ね、神戸カエル君が三宮の、ポートターミナルのこのね、送迎デッキをうろうろしながらお見送りをしていくんですが、その途中でね、なんかこうおかしいなという異変を感じていきますね。でね、この時ね、もう時間が夜の8時なんですね。なので、表にね出てる人も割と少ないですよね。多分夜の8時といえば、乗船のされてる方がね、晩ご飯を食べられる時間でもありますし、でレストランに入りきれない方がこのような外でね、出港のお見送りをしているということもあるかもしれませんね。こういう客船ではね、一気には客船のねレストランに入れませんのでね、でちょっとね怪しげな音楽になりまして、神戸カエル君がねこのようにお見送りをしております。でね、右手を振るとね、ちょっとお腹結構揺れてますよね。で空気がねしっかり入るとあまり揺れないんですよね。でこの時はね、そこまで揺れてるっていう感じはなかったんで、全然気がつかなかったんですね。だからね、右手を思いっきり振ったりね、右手を突き上げてね、バイバーイってやってますけどね、あの時ね、船の乗客の方がね気がついてくれてわーいってやってくれたんで、このような感じで右手ねをかなりね派手に振っております。旗が絡みすぎて何のことか分かんないですよね。で左ね、なんか黒い棒みたいなの持ってますけども、こちらがね自撮り棒になってます。でお見送りの旗はねこちらの、ターミナルで、貸していただくことはできます。ね、歩きながらねお見送りしてるんですね。こちらにね手を振ってくれてたんですね。でカエル君で、このね送迎デッキを歩くんですが、途中ね何箇所か階段のようなところがございます。階段のようなというかね、高さが変わるんで階段があるんですけどもね、でこの神戸カエル君の視覚がね結構高い位置にあるのと、ちょっとね周りが暗いとね周りが見にくいんですね。こういう送迎デッキ歩くのね結構大変なんですね。はい、さらにね移動していきます。で移動していきましたらね、ここで階段が出てくるんですね。よいしょよいしょよいしょ、変身してきました。よいしょよいしょ言いながら上がってますけどね、これ結構怖いんですよね。足がね結構このカエル君大きいんですね。足のサイズ30センチぐらいありますんでね、階段が狭いと足を踏み外しそうになって怖いんですよね。で今ねなんかだんだんとお腹の肉がたるんできたかなというような感じがするんですよね。また気づかずにね手をね思いっきり振ってますけどね、なんかおかしいぞという感じなんですよね。で次に階段があって、今ねお腹つまんでますよね。階段があって階段登るんですが、お腹つまんだ時にねシワが結構いってるでしょ。普通こんなシワいかないんでね、空気しっかり入ってたシワがいかないんで、本人かなりパニックになっています。
どうなんだろうどうなんだろうと思いながらね、体の中をまさぐってます今ね。で今ねまた歩きながらとりあえずカメラのところまで戻ろうとしてますけどね。でこんなシワが行くことってほぼないんですよね。でなんかあれ肩がなんかずれてきたかなと、カエル君のね肩の大丈夫ですよ。大丈夫？背中？なんか空気がぺちゃんこなってるんかな。いや、そんなに膨らんでます？膨らんでる。あ、そうである方が助けてくれようとしたんですね。後ろ閉め。後ろ開いてます？開いてる。あ、じゃあすみません、閉めてもらっていいですか？ごめんなさい。ジッパーが降りただけかなと思ったんですけど、壊れたんかな。うん、ジッパーの引き上げる取っ手がない。壊れた。うん、取っ手のこれがない。あ、程度多分もう上の方にあるんじゃない？後ろジッパー壊れて完全に開ききってますよね。だから多分外れたね。外れたね。いや多分ねそれ壊れちゃったらもうどうしようもないですよ。やってみる。あ、すみません。親切にねやってくれるんですけどね。ちょっと明かりの方に背中を置いて。はい。はい。一生懸命ね明るい方に向いていただいたらやりますよって言ってくれてるんですけど、多分厳しいと思う。多分全部下ろして付け直さないとダメやと思うんですよ。そうですね。ごめんなさいね。多分もう寿命かなこれ。すごいね。うん。めちゃくちゃちいからファスナーが。うん。なんかねこのカエル君の後ろのジッパーね3回ぐらい壊れてるんですよ。で何回か付け替えたりとか締め直したりとかしたんですけど、やっぱりね1年も外で着るものでもないですしねこれね。で外で着てるし、あと、1年も経ってるんでそろそろ寿命かなと。ただこのねカエル君の皮膚自体は普通なんでね、もうしばしばでしょ。もうね空気が全然入ってなくてしばしばなんですね。どうしようかなと今ね途方に暮れてます。でね腕を上げると落ちそうになるしという感じで、無情にも船が汽笛を鳴らして出ていこうとしてますね。でポートターミナルの、デッキの送迎デッキはねもう時間が遅いんでほとんど人いないですね。で船がね徐々に今離れていってますよね。もうこれを見ながらね、うわーどうしようってもう頭の中パニックになりながらね、この後どうしようって今頭巡らしてるんですね。ジッパーを付け直すにしてもねミシンがないとできないですからね。というかミシンないですからね。以前あったんですけどミシン壊れちゃったんでね。それにそんなね私自身不器用なんでね、カエル君の大きな手でミシンなんかできませんからね。はい、倍速でね船の出港を見送ってます。結構ね派手でしょ、ノルウェージャンスピリットね。で船自体はね小さい船なんで、一気に離れていきますよね。はい。なんかね普通に今話してますけど、カエル君
本人はね今送迎デッキでね頭真っ白になってね、どうしよう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 ってね、もうパニックになってます。まだ今日はね人がいない、夜遅くでね人がいないのが救いかなという感じですね。これがね子供たちがたくさんいる昼間だったらね最悪でしたけどね、まあ事故は起こりましたけど、まあ人がいなかったのが不幸中の幸いかなという感じでございます。はい、ここまでね神戸カエルくんでお送りしてまいりました。今回の動画いかがでございましたでしょうか。ちょっとね明るい話題ではないんでね、神戸カエルくん事故起こったっていうね、ちょっと何とも言えない雰囲気で終わらないといけない。なんかね肩を上げてるとね後ろからなんか脱げそうでね怖いんですよ。これ落ちてきてないかな、肩落ちてきてないかなとか言ってね、何とも言えないシュールな映像ですよね。もうぺっちゃんこになっちゃってますよね、女がね。どうしようかな、これまた考えます。手縫いでファスナーを付け直すかどうしよう。それではこんなね重苦しい空気の中で今回の動画は終わりたいと思います。すいません。はい、それではね、この回の動画良かったと思っていただきましたらチャンネル登録と、高評価グッドボタンですね、あとコメントなどいただけましたら大変嬉しいです。そうしましたらまたね、皆様と次回神戸カエルくんとしてお会いできることを願いまして、さようなら。